皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第15回目、その前半です。テーマは東京裁判その3回目、パール判事2回目になります。前半のテーマは清い心と正しい良心です。パール判事は1886年、インド・ベンガル州の小さな村に生まれました。彼は3歳にして父を失い、家は非常に貧しく、大学を終えるまで経済的な苦難の道を歩みました。1905年、彼が19歳の時です。アジアの小国日本がロシア帝国と戦って勝利をしたという情報が全インドに伝わりました。彼はこの時の感動を次のように回顧しています。同じ有色人である日本人が北方の強大な白人帝国主義ロシアと戦ってついに勝利を得たという情報は我々の心を揺さぶった。私は日本に対する憧れと祖国に対する自信を同時に獲得し、罠なくような思いに胸がいっぱいであった。私はインドの独立について思いを致すようになった。彼はカルカッタ大学の入学試験に合格し、奨学金を得て卒業まで首席を通し、カルカッタ大学を終えるとさらに州政府の大学に入りました。そこでも奨学金を得ました。彼の母は彼を法律家にすることが終生の念願でした。彼に法律の勉強を進めたのも彼女でした。彼女はインドのナイチンゲールと言われるほど自負深い、そして聡明で、しかも激しい愛国の情熱を胸に秘めた意志の強い女性でした。インド民衆の不幸を救うため、イギリス帝国の手から奪い返すのに、息子を立派な法律家にすることだという強い信念を持っていました。この点、ネイル首相やガンジーの母の願いも同じでした。インドにおいて白人と平等の立場においてものが言えるのは法律家だけでした。彼はカルカッタ大学総長の職を辞してインド代表判事として67歳で来日しました。着任してわずか2ヶ月、他の10人の判事と相談するに足りないと悟りや、彼らと一切の交渉を断って帝国ホテルの自室にこもりました。彼らが観光旅行や宴会にあるとき、博士は部屋にこもったまま調査と著述に専念しました。ことに資料の収集には力を注ぎました。カルカッタの自宅から何度も著書を取り寄せ、アメリカやイギリスの友人からも資料を送ってもらいました。博士が2年半に読破した資料は4万5,000部、参考書籍は3,000冊に及んだといいます。まさに超人的な努力です。判決もいよいよ決心に近づいた1948年8月、博士は夫人既得の電報を受けて急遽インドに帰りました。病床に駆けつけた時、夫人は博士の顔を見れない喜びどころか恨めしそうな面持ちで、娘が勝手に電報を差し上げたそうで、すみません、あなたがせっかくお帰りになったことは嬉しゅうございます。しかしあなたは今日本の運命を裁こうという大切なお体です。聞けばその判決文の執筆に追われているそうです。あなたがこの大事な使命を果たされるまで私は決して死にません。どうぞご安心ください。すぐ日本にお帰りくださいと厳然と言い放ったといいます。博士はこの夫人の一言に感激してそのまま東京へ引き返しました。夫人は約束通り裁判が終わるまで生きながらえていました。しかし退任を終えて帰った博士に手を取られて幾ばくもなく亡くなられたのです。パール判事が武士なら、夫人は武士の妻です。博士が再度訪日された1953年、帝国ホテルで歓迎会がありました。ある人が同情ある判決をいただいて感謝に耐えないと
挨拶したところ、博士は直ちに発言を求め、次の通り気持ちを明らかにしました。私は日本に同情ある判決を行ったと考えられるなら、それはとんでもない誤解である。私は日本の同情者として判決したのではなく、西欧を恨んで判決したのでもない。真実を真実として認め、これに対する私の信ずる正しき法を適用したに過ぎない。それ以上のものでも、またそれ以下のものでもない。と。日本に感謝される理由はどこにもない。真理に忠実であった。法の尊厳を守ったという理由で感謝されるなら、それを喜んでお受けしたいと言われたのです。パール判事が80歳の時、つまり亡くなる1年前、4度目の日本訪日を終える時、次の言葉を残されました。最後に、日本の若い女性にと題して、新しい環境に順応するには、社会は新しい生命力を必要とします。そのために社会が最も期待をかけるのは、若い人たちの中でも女性、つまりあなた方です。現在のあなた方は、知的にも道徳的にも最も感受性に富み、最も需要力の大きい時期にあります。学校教育から本物と偽物を見分ける能力、お国の将来を形成していく力についての知識を得てください。特に宣伝に惑わされない判断力を得てください。わざわざこういうのは、宣伝が大衆を支配するために考え出され、実に警戒すべき手段だからです。宣伝の恐ろしさは絶えず、感情に働きかけ、知らず知らずのうちに自分の本性と矛盾することを信じ込まされる点にあります。皆さん一人残らず、どんなことに出会っても、勇気と優しさと美しい魂とで処理してください。パール判事のお母さんが貧しい中ビジョンを持って自分を育ててくれたことに裏打ちされています。またマスコミに代表される情報操作に騙されず、正しい判断力を養ってくださいと言われたのです。日本の未来はお母さん方が担っていると。さて、インドはイギリスの植民地時代から200数十年にも及びました。当然、西洋キリスト教の影響を受けています。インドのガンジーは裕福な家庭で法律家を目指し、イギリスに留学した時、聖書とキリストに出会いました。その時有名な、あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいというイエスの教えに深く感銘を受けたのです。彼は言っています。私の生涯で最も大きな影響を与えたのは聖書である。そしてイエスの言葉に暴力でなく相手を圧倒する力を感じたのです。強いからこそ右の方を打つ者に左の方も向けられる。やがて有名な非暴力不服従運動に発展するのです。しかしパール判事同様、キリスト教国と言われるイギリスの抑圧に苦しみます。ガンジーは次のように言っています。私はキリストは好きだ。しかしあなた方のキリスト教は嫌いだ。なぜならイギリスはインドを支配している。彼はキリストとキリスト教の違いを見抜き、欺瞞を鋭く指摘したのです。私たち日本人もまた、人類の平等と破壊を説くキリストと、それを信じているという欧米キリスト教のあまりの隔たりに困惑するのです。ましてや、東京裁判という不正を押し通す姿勢に、神への恐れはどこにあるのか、と日本人は皆内心思っています。それが日本でキリスト教が何年経っても広がらない理由の一つではないかと思うのです。日本精神の武士道は卑屈なことを特に嫌い、真実を晴らすには腹の中に悪いものは何もないという身の潔白を証明する意味で、時として切腹さえ厭わないのです。キリスト教より素晴らしいものがある。それが日本人の自負でした。なぜ外国の宗教を押し付けるのかと。
私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは正義でした。聖書の一節をご紹介いたします。パウルという新約聖書の手紙の大部分を記した弟子が若いテモテに進めています。信仰の本質を説いています。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。新約聖書テモテへの手紙第1、1章5節。清い心と正しい良心と、そして偽りのない信仰という良い畑にしか愛という大輪は花開かないと語ります。愛には偽りがあってはならないのです。東洋人はキリストとキリスト教社会の違いを見抜いています。気づいていないのは欧米人だけではないでしょうか。どうして見抜けるのかと言われたら、日本人をはじめアジア人も同等もしくはそれに勝る精神と文化、歴史を有しているからです。それを黄色人は劣っているという偏見でキリスト教を押し付けてきた歴史を東洋人は欧米人の傲慢と言い放つのです。それではお知らせです。次回第16回目12月26日土曜日、今年最後になります。テーマは東京裁判その3回目、マッカーサーの証言です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。